仕事の優先順位付けのコツ2080の法則を今日はご紹介をしたいというふうに思いますね。この2080の法則について、お聞きになられたことのある方多いかと思いますですね。私自身もですね、学生時代に経営学部で学んでおりましたけども、その時にこれ出てきて、それからもうずっとですね、非常に馴染む法則でございますね。この2080の法則というのは、発見をした経営学者の名前を取ってパレートの法則というふうにも言われてますけれどもね、どういうものかというとですね、経済において全体の数値の大部分は全体を構成をするうちの一部の要素が生み出しているという理論でございますね。例えば会社においてですね、顧客ランキング上位 20% ということでですね、売上ランキングをお客様別上位からどんどん並べていくとするならば、その上位の 20% が売上全体の 80% を占めているということが往々にしてありますということなんですね。でこれは実際は経験則ですので、2080なのか3070なのかっていうのは、場合によっては異なりますけれども、ただ重要なのはですね、この全体の数値の大部分は全体を構成するうちの一部の要素が生み出しているというところをいかに見つけていくかということが実は重要なポイントになってきますということなんですね。で特に今回のテーマである仕事の優先順位付けという意味合いで言いますとですね、こういうふうに考えられるかと思いますね。時間管理では1日のうちの 20% の時間がその日の成果の 80% を占めると。で、大体皆様ね8時間法定労働時間ということで働いてらっしゃるかと思うんですけど、そのうちの 20% ってどれくらいかというと1時間半、90分なんですね。なので1日8時間ですね、フルで根詰めて常に成果を出しながら働くっていうのは一般的に考えて難しいかと思いますので、1日のうちの1.5時間が、その日の成果の 8割を占めてるんだと、そのような意味合いでですね仕事をしてみるとですね、なかなか仕事に対する意識も変わってくるかと思うんですね。ですからそれくらいやっぱりメリハリをつけて仕事をすることっていうのが重要かなというふうに思いますね。ですからまずは仕事をする前にその日のスケジューリングを決めるにあたって何が今日の最重要な仕事なのか、これをですねまずやっぱ明確に理解をすることが重要かと思いますね。資料を作成をすることなのか、あるいは上司にプレゼンをすることなのか、お客様との面談なのかね、まずはこの今日の2割の仕事っていうのは何なのか、これをぜひ理解をすることです。そしてこの2割の時間についてはとにかく全力集中ですね。脇目も振らずね、マルチタスキングとかするんではなくって、とにかくこの仕事に集中をして仕事に取り組んで結果を出すことね、これが重要になります。でこれをとにかく毎日続けるということですね。1日2日やるのではなくって、常にこれを意識をしていくこと。特に昨今のような、在宅勤務がですね進んでいるような時にはついついですね、フルで頑張ってしまいそうなことってありそうだと思うんですけど、決してそうではなくってやっぱりメリハリをつけてね、今日の1日の中の2割が、どこなのか、これをぜひ意識をして仕事に取り組んでいただければというふうに思います。